富士見の72分の1スケール A4 スカイホークの仮組みです。今週も富士見ですか。しかも A4 スカイホーク。富士見が精力的に飛行機プラモデルを出していた時期のキット、2024年現在富士見のウェブサイトには掲載されてない。日本だとエリア88に登場した機体ということで、かなり人気の軍用機だと思いますが、再販を待つしかありませんね。今回の A4 スカイホークはコブ付きとコブなしの両方が作れます。コブの中身は増設された電子装備のようですね。エリア88だとこのコブが強調されて描かれていた。当然今回はコブありで仮組みをするのね。そうなのだ。 A4 スカイホークはどんな軍用機なの？ A4 スカイホークはダグラス社が開発した艦上攻撃機。アメリカ海軍をはじめ世界各国で運用された。アルゼンチン空軍とブラジル海軍では現役なのね。デルタ翼ながら小型な艦上攻撃機。主翼を折りたたまずに航空母艦のエレベーターに積載できる小型軽量で強靭な機体なのね。ベトナム戦争に参加し、第4次中東戦争ではイスラエルが運用、フォークランド紛争ではアルゼンチンが運用した。豊富な実戦経験もある攻撃機なのね。ブルーエンジェルスでも使用され、トップガンでは仮想敵機役となっていたりする。映画トップガンでも登場しましたね。富士見からもトップガンのマーキングが出ていますね。富士見の A4 スカイホークは胴体前後で分割されているため、様々な型式でバリエーション展開されています。なるほど。その他のメーカーはどうでしょうか？同スケールで有名どこに絞って紹介しますね。お願いします。最初に紹介するのはエアフィックスなのだ。1958年に A4D として発売された。 A4D は9個章ね。このキットは旧金型ですね。1964年に大滝からも発売された。1966年には UPC に OEM されたみたい。大滝も72分の1スケールを出していたのですね。そして1969年に飛行機の長谷川からで F 型で発売される。このキットはフロックやミニクラフトに OEM されている。エールズもね。1973年にフランスのエレールから F 型で発売された。こちらはイスラエルのメーカーと同じ金型のようですね。1976年にはイギリスのマッチボックスから M 型と N 型の選択キットが発売される。多色性軽色で有名なメーカーね。1977年には MPC からも発売された。こちらはエアフィックスと同じ金型のようです。なるほど。1980年に SC から F 型、1983年にイタレリから M 型が発売される。イタリアのメーカーたちね。そして1987年に富士見からで M 型が最初に発売された。先ほども触れましたが、バリエーション展開でたくさん発売してますね。1988年にイタレリの OEM でレベルからも発売される。1992年にはリンドバーグからも出ている。ふむふむ。1995年にはイタレリの OEM でタミヤからも発売された。ウォーバードコレクションね。2012年にエアフィックスが新金型で発売。B 型と P 型が作れるみたい。いわゆる赤箱ね。2019年にホビーボス、2020年に富士見の OEM でホビー2000からも出ている。富士見のキットが欲しい場合はホビー2000パンを探しても良さそうね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは着艦直前の A4 スカイホークなのだ。レディージェシーと書かれてますね。 VA164 ゴーストライダーズ所属機でベトナム戦争時のようですね。では中身を開けていくのだ。今回は中古品のためランナーから切り離されているパーツが多いです。グレーのランナーが5枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。コブ付きの A4F で VA164 所属機が2種類、コブなしの A4E で VA192 所属機となる。なるほど。部品点数は98点。72分の1ジェット機としては部品点数が多いですね。では富士見の72分の1スケール A4 スカイホークの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ。操縦席ベースにケーキパネルと操縦桿、座席なのだ。操縦席のディテールはデカール表現ね。残念ながらパイロットはついてません。富士見はついてないことが多いですね。そうなのだ。次はエンジンですね。と言ってもエンジンノズルだけで1パーツのみ。ランナーから切り出して終了ね。次にエアインテーク口を作る。エアインテーク口は2個作るのね。エアインテーク口は左右それぞれ2パーツ構成。
貼り合わせて終了ね。さらにエアインテーク内部も作る。こちらは3パーツ構成となる。上下分割で奥のパーツを接着するのね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は前後に分けて組み立てる。最初に胴体全部の組み立てとなる。バリエーション展開のための分割ね。胴体全部は左右分割となっていて2パーツ構成。操縦席と前脚庫を挟み込んで接着する。重りの指定はなさそうね。特に指定はありませんね。次は胴体後部ね。胴体後部も左右分割の2パーツ構成。エアインテーク内部とエンジンノズルを挟み込んで接着する。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。深くてシャープなモールドとなる。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。主翼下パーツに開口指示がある。前円スラットとフラップが別パーツなのね。そうなのだ。上げ下げの選択ができる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも深くてシャープな大モールドとなる。ここで胴体と主翼の合体ね。合体部に取り付けるパーツがあって、エアインテークコートコブ、エアブレーキを取り付ける。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ。胴体に差し込む簡単な構造。ここはいつもの通りね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースと分割の両方が準備されている。分割の場合は操縦席の開閉選択ができる。両方ついているのは嬉しいですね。透明度も問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試脚の構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は前脚ですね。前脚は5パーツ構成となっている。前脚とタイヤ、試脚とカバーね。ここも胴体に接着するカバーがありますね。次はアクセサリーね。アクセサリーは胴体下部と左右主翼下に合計3個の増装が取り付けられる。増装はすべて上下分割ね。あとは左右主翼下にロケット弾が取り付けられる。最後に総評なのだ。今回は富士見の72分の1スケール A4 スカイホークの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？富士見が精力的に飛行機プラモを出していた時期のキット。モールドも美しく好感が持てたキットだった。大モールドも深くてシャープでしたね。だけどもバリエーション展開の分割のため少し組み立てしにくい内容だった。分割が多い構成ですからね。キャノピーは2種類ついていて好印象。どちらか失敗したとしてもバックアップがあるのは心強い。たまに割りますからね。組み立てしにくい部分もあるけどもパーツの合いは良い印象。2012年のエアフィックスの新金型が出るまでベストキットと言われていたのも納得なのだ。エアフィックスの新金型はコブありの期待はないのね。そうなのだ。コブありが作りたい場合はまだまだこのキットがベストとなりそうです。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。